ガンダムシリーズには圧倒的な性能を得るためにパイロットの命をモビルスーツのパーツ程度にしか考えていない危険すぎる特徴を持った機体が多数存在します。命の危険があることは基本中の基本。中にはパイロットの人格を塗り替えてしまったり暴走の危険性があったりと味方にすら危険が及ぶ機体も存在しています。今回はそんなガンダムシリーズの中でも絶対に乗りたくない危険な機体10選について見ていきたいと思います。なお本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ブルーディスティニー。まずゲーム機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーに登場したブルーディスティニーシリーズについてです。本機はニュータイプ殲滅を目的とした戦闘用 OS であるエグザムシステムを搭載しています。本システムはニュータイプの存在に強い危機感を抱いたクルストモーゼス博士によってオールドタイプでもニュータイプに対抗できる力を獲得することを目的に開発されました。そのためニュータイプに勝てる性能を機体に付与することだけに特化したシステムとなっており、パイロットへの影響は一切考慮されていません。なのでシステム稼働時の過負荷に耐えられないパイロットはほぼ確実に死亡します。実際1号機の稼働試験では負荷に耐えられなかったパイロットが何人も犠牲になっていました。さらに本機はパイロットだけでなく味方にも危険が及ぶ可能性があります。エグザムシステムはニュータイプ殲滅を目的としているため、基本的にはニュータイプの脳波を感知した時だけ作動するはずです。しかしエグザムには多くの人間の殺気を感知した際はシステムが誤作動を起こして無差別に戦場を荒らし回る暴走状態になるリスクがありました。そのためブルーディスティニーの両機はいつ味方に撃たれるかもわからないリスクを抱えながら戦場へ投入されるのです。さらにエグザム搭載機が複数存在するとお互いをニュータイプと誤認識して同士撃ちを始めるというとんでもない欠陥がありました。そのため基本的にはブルーディスティニーは短期で戦地に投入し乱戦に持ち込ませるというパイロットの生死を問わない運用方法が最も安全となっています。短期で突入して荒らすというのも危険すぎますが、さらにエグザムは機体のハード性能を限界まで引き出すので機体のオーバーヒートを誘発するというリスクが存在するので、乱戦で敵軍を殲滅できなければ敵陣ど真ん中で動けなくなるという事態に陥る可能性まであります。つまりたった一人で荒らせなければ死という最悪の覚悟が必要になる危険な機体ということになります。宇宙世紀ではニュータイプの能力に当てられ多くの非人道的なシステムを搭載した機体が生まれましたが、本機はその先駆け的存在と言えるでしょう。デビルガンダム。続いて機動武闘伝 G ガンダムから作品のラスボスでもありガンダム史でも最大級の大きさを誇る機体デビルガンダムです。本機はもともと地球環境の修復を目的として開発されており、自己進化、自己再生、自己増殖の三大理論を備えた究極のガンダムでした。この三大理論を体現する細胞を使用するにはエネルギー供給源となる生体ユニットが必要となります。そのため地球へ降下した後、プログラムが狂い人類殲滅のために動き出した際には近くにいた強磁カッシュを強制的に取り込み生体ユニットにしていました。しかもプログラムが狂ったせいで強制的に取り込まれた強磁は次第に意識を奪われ、最終的にはデビルガンダムにエネルギーを供給するだけの生体部品となってしまいました。このように本機は乗る乗らないの意思確認もなく強制的に人間を生体部品にしてしまうとんでもない危険性をはらんでいました。しかも生体ユニットを得て使用するアルティメット細胞も落下時のショックで非常に危険なデビルガンダム細胞へと変貌していました。DG 細胞は生物無生物問わず侵食する細胞で、これを人間が埋め込まれるとデビルガンダムの傀儡となってしまいます。しかも脳内で細胞が達すると手の施しようがなくなり、最後はゾンビ兵となってしまいます。なお東方腐敗のような尋常ではない精神力の持ち主であれば DG 細胞に侵されずに済みますが、それができるのは一握りの人外な人物だけなので、基本的に侵食を回避する方法はないと考えていいでしょう。このように生体ユニットに取り込まれればほぼ死、取り込まれなくても細胞に侵されて死と
関われば、ほぼ確実に命はない非常に危険な機体となっています。ガンダムデルタ回。続いて、漫画機動戦士ガンダム UCW094 アクロス・ザ・スカイに登場する主役機ガンダムデルタ回です。本機にはナイプロと呼ばれるサイコミュ装置が搭載されています。ナイプロの特徴はオールドタイプであっても疑似的にニュータイプ能力を付与できる点です。本システムを起動すればニュータイプ適性がない人物でもファンネルなどのサイコミュ兵器が使用可能となり、ニュータイプ並みの能力を発揮できます。つまりモビルスーツに乗せるだけでお手軽に強化人間を生み出せるシステムなのです。もちろん本システムもパイロットが命を落とす危険を有していました。まず本システムを起動すると多量の情報がシステムからパイロットへ流入するため、とんでもない負荷がパイロットの脳にかかり、パイロットの人格に多大な影響を与えます。そして次第にパイロットの性格を攻撃的かつ不安定なものへ変貌させるだけでなく、乗り続ければ最終的に死に至るのです。そのため本機は乗ってしまうと最悪し、良くても人格が破壊されるというとんでもないリスクを抱えた欠陥機となっています。ちなみに初期型のナイトロはシステムに問題があるのか、最初の1回でパイロットが確実に死亡するという欠陥がありました。ただ開発側としてはモビルスーツに乗せるだけで強化人間が作り出せるので、パイロットは使い捨てで構わないという認識ということがわかります。なお作中ではブレイヤリュードのようにシステムと調和することで脳への影響をほぼ受けないパイロットも存在していました。そのためうっかりデルタ界に乗ってしまった日には自分が適合できるパイロットであることを祈るしかありません。ウィングゼロ。続いて新機動戦機ガンダムウィングから主人公ヒーローユイの登場機であるウィングガンダムゼロです。本機にはパイロットの操縦を補助するインターフェースとしてゼロシステムが搭載されています。ゼロシステムは戦況を瞬時に分析、その後起こり得る未来を予測し、パイロットの脳に勝利するための方法を瞬時に提示。これによりパイロットは人並み外れたスピードでどんな戦況にも対処可能です。ただゼロシステムが提示する方法は勝利のみを追求したもので、味方やパイロットへの影響は一切考慮されていません。さらにシステムは勝利の方法を反強制的に提示してくるため、精神にはとてつもない負荷がかかり、強靭な精神がなければシステムに飲まれ暴走するか、最悪精神が崩壊してしまいます。作中でもヒーローやゼクスですら当初はシステムを扱いきれず、味方にも危害を加えてしまっています。また完璧に扱えるようになった後でも気を抜けばシステムに逃れる危険を有しており、小説版エンドレスワルツではウーフェイトの戦闘中にツインバスターライフルの使用や自爆を促すなど殺意が高すぎる方法を提示され続けていたようです。このように基本的には相手を殺した末の勝利しか提示してくれないので、エンドレスワルツ終盤におけるシェルターへの攻撃は中にいるリリーナたちを殺さないためか、システムを切った状態で行っていました。なおゼロシステムはパイロットの脳内をスキャンし、神経伝達物質の分泌量をコントロールして脳を欺くことで急減速や急旋回の衝撃を緩和し、人間の限界を超えた機体制御も可能とします。ある意味薬物投与に近いことをシステムが行っているということになります。なおあくまで刺激情報が緩和されるだけで人体への負荷そのものが軽減されているわけではありません。作中では乗っている人物たちの肉体が強靭すぎたため、そのようなリスクは見られませんでしたが、並のパイロットが登場すれば確実に命を落とすか精神が崩壊すると見られます。サイコザク。続いて機動戦士ガンダムサンダーボルトからダリル・ローレンツが操るサイコザクです。本機にはリユースサイコデバイスという技術が採用されています。これによりパイロットの脳から直接モビルスーツに信号を伝達することで、まるで手足のようにモビルスーツを操ることが可能です。夢のような技術ですが、とんでもないリスクがあります。それはパイロットの死を全て擬似化しなければ性能をフルに発揮できないという点。本デバイスはもともとリユース、つまり再利用という名前の通り、死を失ったパイロットが戦線復帰できるよう開発された技術でした。しかし作中では追い詰められたリビングレッド師団がサイコザクで戦況を打開するためにダリルに唯一残っていた右腕の切断を迫ったのです。
その結果、ダリルは、獅子すべて義手となった代わりに、ガンダムすら凌駕する力を得ました。しかし、ダリルの活躍により、リユースサイコデバイスの有用性が証明されてしまったことで、その後、本デバイスを使うために獅子を切断するという、本末転倒な事態を引き起こしています。作中では、開発データを手に入れた南洋同盟にて開発されたサイコザクマーク2に乗るため、実に32人ものパイロットが獅子を切断するという、人権なんて存在しないと言わんばかりの展開が繰り広げられていました。ちなみに、南洋同盟で開発されたサイコザクマーク2は、データがダリル用に設定されていたため、機体とのシンクロ率を上げるのに、パイロットへ投薬まで行われています。そのため、ダリル以外の人間が扱うのであれば、獅子切断×投薬という、強化人間以上に過酷な運命をたどる必要があるようです。荒屋敷系モビルスーツ。続いて、鉄血のオルフェンズから、バルバトス島の荒屋敷システムを搭載したモビルスーツです。荒屋敷システムは、モビルスーツの操縦補助を行う有機デバイスシステムで、パイロットとモビルスーツのシステムを直結させることで、まるでモビルスーツを手足のように操れるようになります。また、空間認識能力や反応速度も、一般兵士のそれをはるかにしのぎ、乱戦では、無類の強さを発揮可能です。ただ、本システムを使用するには、人間の脊髄に、直接ナノマシンを埋め込む手術が必要になります。この手術が非常に危険で、失敗すると最悪か半身不随。その上、失敗率は4割ほどと、モビルスーツの操縦技術と引き換えにするにはリスクが高すぎます。なお、埋め込むナノマシンの数が多いほど情報伝達量が多くなるようで、主人公である三日月は、この手術を3回も行っていました。ただ、手術が成功したら、あとは安泰というわけでもなく、荒屋敷システムに接続する際もリスクがあります。例えば、モビルスーツや戦艦クラスに接続すると、情報量が多すぎて、脳に多大な負荷がかかります。また、ガンダムフレームの荒屋敷システムには、パイロットへの負荷を抑えるリミッターが設けられているのですが、これを解除してしまうと、パイロットに身体障害が発生するという、とんでもないリスクがありました。そのため、リミッターを解除した三日月は、鬼神が如き戦いぶりを見せた代わりに、半身不随になっていました。また、このリスクを軽減するため、作中では、アインダルトンの脳をシステムに組み込み、第三者に、パイロットの負担を肩代わりさせる荒屋敷システム、タイプ E が登場しています。ちなみに、作中で、アインは、大人には定着しないはずの荒屋敷システムを使用するため、腕と腰より、下をすべて切断し、培養液漬けのコックピット内で、機体の生体ユニットになるという人権どころか人ですらない扱いを受けていました。トールギス。続いて、ガンダムウィングから、ゼクスマーキスの愛機であるトールギスです。本機は、モビルスーツの兵器としての可能性を追求するため、最強レベルの防御力、機動性、攻撃力を与えられています。しかし、本機には、なんと、人体に影響を及ぼす危険なシステムは一切搭載されていません。では何が危険なのか？その答えは、シンプルで、性能が高すぎることです。本機は、重装甲と機動力を両立するために、機体重量を無視できるほどの大推力が与えられたのですが、その結果、人体の限界をはるかに超えた加速力と運動性を獲得してしまいました。つまり、人間では扱いきれないという、兵器として、致命的な欠陥を抱えていたのです。作中でも、最強のモビルスーツでありながら、パイロットが生身の人間という弱点を抱えていることが指摘されていました。ちなみに、現実の戦闘機パイロットが、対 G スーツありで瞬間的に耐えられるのが10から12 G 程度。それに対して、トールギスでは、最大15以上の G がかかるため、並のパイロットでは、間違いなく命を落とします。作中でも、ゼクスから、その機動力を、殺人的な加速と評されており、歴戦の兵士であるゼクスに死を直感させていました。その後、オットー得意が、本機で特攻を仕掛け戦し、また、漫画、敗者たちの栄光では、オリジナルと同等の性能を持つトールギスシロンに乗ったロンメイランが、本機の G に耐えられず命を落としていました。ただ、ゼクスに関しては、乗るたびに G に適応していったようで、終盤は、むしろ、ゼクスの反応速度にトールギスがついてこないという異常事態が発生しています。また、トールギス2を操縦するトレーズは、とても
人間の限界を超える機体とは思えないほどエレガントに戦っていましたが、突っ込みどころの多いガンダムウィングのことなので深く考えてはいけません。フォビドゥンブルー。続いてガンダムシードモビルスーツバリエーションに登場する連合の水中専用モビルスーツフォビドゥンブルーです。本機は後期 GATX シリーズであるフォビドゥンを水中専用モビルスーツとして改造した機体で、フォビドゥンが持つ対ビーム防御装甲ゲシュマイディッヒパンツァーを利用し、周囲の水分子に干渉することで水圧や抵抗を軽減可能です。これによりかなりの深さまで潜航可能となっただけでなく、航行速度の向上にも一役買っています。なおビームを屈折させる機能も引き続き使用できるので、水中でも非常に高い防御力を発揮可能です。このように搭載しているシステムや機体性能に関してはパイロットに危険が及ぶ要素はないはずなのですが、問題はその機体構造にあります。本機の耐圧対策は機体のバッテリーを消費して作用するゲシュマイディッヒパンツァーとトランスフェイズ装甲に依存しており、機体そのものに耐圧核が施されていません。つまり水中でバッテリー切れになると機体が水圧に耐えられず一瞬で圧壊するという危険性を抱えているのです。しかも潜航中はパンツァーもトランスフェイズ装甲も常時使用し続けなければいけないため、水中でエネルギー切れする可能性は非常に高いと言えるでしょう。原型機が作中でしょっちゅうエネルギー切れを起こしていたことを思えば、本機の危険性がわかるのではないでしょうか。そのためテストパイロットからはフォビドゥンコフィン棺桶という不名誉すぎる異名が付けられていました。ちなみに正式採用型であるディープフォビドゥンではこの欠陥は改善されています。キャリバーン。続いて水星の魔女からスレッタ・マーキュリー最後の蒸気であるガンダムキャリバーンです。水星の魔女におけるガンダムはガンドフォーマットというシステムを搭載したモビルスーツガンドアームの通称として使われています。ガンドフォーマットはモビルスーツの情報をパーメットに乗せてパイロットに流入させることで、通常のモビルスーツをはるかに凌駕する機動性と反応速度を獲得可能です。しかしモビルスーツには人体の10倍以上の情報量があるため、それをパイロットに流入するのは命の危険が伴います。実際ガンダムによって命を奪われた人たちによる抗議も行われており、その危険性は周知の事実となっていました。ただ開発側も何も対策していなかったわけではなく、各ガンドアームにはデータが流入する際のフィードバックを軽減するためにフィルターが設けられています。しかしキャリバーンは初期に開発された機体のため、性能を追求するためにフィルターは一切設けられておらず、パイロットの生命保護を一切担保していません。作中ではある程度耐性のあるスレッタが本機に登場していましたが、登場中は常に息を切らしており、最終決戦後は後遺症が残るほどの負荷を受けていました。なおガンドフォーマットではデータの流入量をパーメットスコアという表記で段階分けしています。基本的にはスコア3でも相当な負荷がかかり、ガンダムに乗るために調整された強化人士でもスコア4ほどが限界とされていました。にもかかわらずスレッタはフィルターのない本機を常時スコア5で運用するというとんでもない無茶をしています。耐性の高かったスレッタですら後遺症が残るレベルなので、一般人が乗って性能を引き出そうとすればまず命はないのではないでしょうか。ズダ。続いてモビルスーツイグルーからツイマット社が開発したジオンの試作機ズダです。ズダの危険性は機体の強度不足に尽きるでしょう。本機の原型となる EMS-04 はかつてザクと正式量産機の座を争った機体で、機動性加速性能においてザクを凌駕していました。しかし高い機動性に機体の強度が追いついておらず、飛行試験中に空中分解を起こし、正式採用は見送られています。しかしその後も開発は継続され、宇宙世紀0079には土星エンジンを搭載したズラとして完成しました。しかし最終評価試験にて3番機がエンジンの暴走を起こした末に空中分解、機体強度の欠点が解消されていないことが露呈してしまいます。さらに地球周回軌道上における救助活動でも1番機がエンジンが暴走して空中分解していました。ちなみにこれらの事例からもわかる通り、本機は高加速をするとエンジンが暴走するという欠陥も抱えています。逆に考えれば
暴走しない範囲内であれば、機体強度に問題はないとも捉えられるでしょう。しかし、機体強度の不足×高加速を行った際のエンジン暴走という、2つの欠陥が重なった結果、航行中に空中分解する非常に危険なモビルスーツとなってしまったのです。ちなみに、漫画「国威の狩人」に登場したウォルフガング専用機は、出力を限界まで上げることで自爆して巡洋艦を破壊するという欠陥を逆手に取った特攻を行っていました。ということで以上、ガンダムシリーズの絶対に乗りたくない危険な機体10選でした。ちなみにアンケートでは他にガンダム00のガガやフラッグ、ガンダムウィングの利用などを挙げる方も見られました。こうしてみるとガンダムではパイロットを使い捨てパーツと考え、性能を引き上げる発想は非常にメジャーだとわかるのではないでしょうか。ぜひ皆様が考える絶対に乗りたくない機体もコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。